はい。こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、前段作戦の、春イベント2021突撃ルンガ沖野戦のパート3、精鋭第二水雷戦隊出撃せよ、こちらの方を配信していきたいと思います。かのやさん、こんばんは。かのやさん、こんばんはです。今日もね、早速のコメントありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。最初にね、ちょっと一つだけ、お話ししておかなければいけないんですけども、今日はですね、出撃が、正確に言うと出撃がない配信になってしまいました。というのは、説明欄にも、ちょっと書いたんですけども、攻略をしていくうちに、最後のね、装甲破砕ギミックをやろうと思ってね、ボスのルンガ沖従順世紀の、最終段階になったかどうか確認しに行ってみたところ、それで装甲破砕ギミックをやらないうちに、攻略をしてしまったというねことになっちゃったんで、ちょっとそこら辺が今回、残念なところではあるんですけど、そのシーンに関してはちゃんと録画してましたので、そこら辺はちゃんと出していきたいと思います。イデアさん、こんばんはです。今日もね、来ていただいてありがとうございます。ということで、今日の、流れとしては、最初に第一ボスですね、輸送作戦、第二水雷戦隊の、活躍をまずは最初に、ハイライトとしてお見せしていきたいなと。続けて、戦力ゲージの今度は連合艦隊ですね。ここの出撃をした時の、シーンをハイライトとしてまた出していきたいなと。そして、最後ですね、戦力ゲージの2番目、ルンガ沖従順世紀、この戦いを録画したのをハイライトとして出していきたいと、そんな感じで今日はお送りしていきたいと思います。そして講談作戦もね、いよいよ始まりました。さすがに昨日のだいぶ遅くに、始まって今朝になってね攻略が可能になったようなんで、情報がまだまだ出揃ってはいない状態ですので、こちらに関しては今日以降情報を整理してまたね新たな配信という形にしていこうと思っていきます。それではまず最初に今日のね作戦の内容からご説明していきたいと思います。ですね、今ゲーム画面に切り替わったと思います。大江戸さんがこう指してるこのボードの内容をねちょっと読んでいこうかなと思います。ルンガ沖野戦、タサファロング白地沖、提督第6艦隊及び基地航空隊の検討により、敵艦隊の及び敵航空母艦戦力の一部を撃破しましたが、前線の戦いは激しくなっています。連合艦隊及び第8艦隊に加え、
最精鋭の第二水雷戦隊を前線のネズミ輸送に投入。敵艦隊の阻止にあった場合、実力でこれを排除せよ。精鋭第二水雷戦隊出撃せよ。というのがね、半分の内容になっていますけども、大体今回はこんな感じでね、戦いを繰り広げてきました。あと残りを読んでみますね。ソロモン最前線への強行輸送作戦ネズミ輸送を実施しつつ、これを阻止せんとする敵水上艦隊を実力で排除、阻止線を張る敵水上艦隊戦力を我が精鋭の反撃で撃破せよということになっています。このネズミ輸送っていうのがね、今回の一番のポイントになってまして、艦隊の編成にもよるんですけども、ドラム缶をね搭載して出撃しないといけないということで、かなり装備の方がね難しくなっていました。そして通常艦隊、連合艦隊のね出撃が可能ということなんですけども、途中で対戦掃討やね上空援護、これも必要になってくるので、基地航空隊の活躍が必要と。そして、戦場全体では航空優勢もね確保していかないとなかなか攻略が難しくなってきたなというような感じでした。はい。一応作戦の方はこんな内容になっています。はい、そしてね、ちょっと場面はまたいつもの執務室に戻るんですけども、こちらも新たなカンムス巻波ですね。無事に、開校することができました。これもね、攻略中に出てくれたので非常に助かりました。結構今回は連合艦隊のね最終海域の出撃ではなかったので、良かったといえば良かったんですけども、基地航空隊を使うときは燃料がねすごい減っちゃうんで、できれば早めに出てほしいなと思っていたんですけど、これは大変良かったなというところです。それでは、最初の輸送作戦、こちらのハイライトを今から流したいと思います。準備しますので少々お待ちください。場面が変わって、一番最初の戦いですね。こちらのハイライト、こんな感じの戦闘になります。ご覧ください。まずは基地航空隊の攻撃ですね。なかなかね、こちらは駆逐艦が主力ですから、野戦まで持ち込まないとね。でも大体昼戦でボスだけになってくれますから、その点は、まだ攻略しやすいのかなと思います。さあ、野戦ですね。ちょっと今回は長波がね大破しちゃったんで、他のみんながやってくれます。
最初のフィニッシュは、親潮がね、ここでフィニッシュを決めてくれまして、第一作戦、まずは完了しております。私が指令本当ですか？やった黒潮さん見てましたか？私やりましたね、黒潮さんの見ている前で、見事にフィニッシュを決めてくれましたね。かげろう型駆逐艦4番艦親潮です。指令第15駆逐隊、どうぞよろしくご指導ください。お願いいたします。いや今回はね、この第5、15駆逐隊が大活躍しております。私の艦隊ではね、特に頑張ってくれました。で、これで、次のね、空母級が出てくる戦いが始まるわけなんですけど、ここで一回ね、戦力ゲージがまだ解放されてないので、ギミックやってという感じになって、そしてその後連合艦隊の出戦役となります。こちらが次のハイライトですね。2番目の戦いになります。こちらはだいぶ戦力ね出していっております。なのでちょっと過剰だったかなと思うんですけど、まあいいでしょう。それでは、2番目のハイライト流していきます。どうぞ。やりました。なかなかね、道中が空襲が多かったりして、対戦生徒もしないといけなくてね、難しいところではありましたけども、ボスまで到着さえしてしまえば、攻略はそんなに難しくないのかなといったところですね。さあ、我が艦隊の力、見てもらおう。ここにはね、基地航空隊を集中して投入しています。これでもなかなか全て落とすのはちょっと難しいんですけども、その後の展開でまずは敵の第2艦隊をね全部落として決着したい。ここはね結構このね敵の戦艦の一撃が痛いんですよね。優秀な子たち、負けません。本当の力を見せてあげて。過去は大丈夫？ごめんなさい。よし。さあ飛竜頼むよ。よーし。さあ、かかってらっしゃい。あとは敵の第2艦隊を全て相当すれば。お願い。それワンツー。敵を見つけたわ。よし、あとは機関のみ。みんな、過去は大丈夫？ですね。ここはヒル戦で戦うことがね終わることができるので、割とスムーズにいけたかなといった感じですね。私たちの役割がたまたま目立っただけなんです。これが従順洋艦なんですよ。私が一番ですって？何言ってるの？当たり前じゃない。いいのよ、もっと褒めても。はい、これでね今回のボスのねゲージが出てきましたね。やりました。という感じで、最初のね戦闘は完了して
います。はい。特に難しいというよりはね、前にも少しお話ししたんですけども、どうしても作業効率というかね、出撃する海域にちゃんと出してあげないとね、お札をつけてしまったら、もうそれでね、その海域しか出れなくなってしまいますので、その辺をちょっとかなり注意して出撃をした感じですね。というのも、多分また後で活躍できるので、あんまり心配はもうしてないんですけども、実を言うと、第8艦隊出撃させるときにですね、間違って連合艦隊の編成を出してしまって、なので余計に連合艦隊のね、戦力がもう投入されちゃってるんですよね。今の画像では正規空母で飛龍とあとは大砲を出しているんですけども、本来あそこの場面で私の方では2番目の赤城と加賀をね、最初用意をしていたんですが、最初のね、出撃させるときに連合艦隊にしてなくて、それでしまったっていうことになっちゃったんですよね。なので皆さんはね、そういったところ多分大丈夫だと思うんですけども、気をつけて出撃をさせていったらいいのかなというふうに思います。一応今の戦いで最終ボスのね、ルンガ沖従順世紀が出てきましたけども、本来ここでもう一度ギミック解除をね、やって、そして最後の戦いに移っていくという感じになります。それではね、今日はここで最後の出撃するメンバーの、紹介をしたいと思います。はい、今回のね、最後の海域の出撃メンバーは、ご覧のメンバーです。上の方の6名が出撃メンバー、そして下の6名が、道中支援となっています。ちょっと見づらいですけど、右上の方には航空隊、そして右下の方には、だいたいこのくらいの確率で、対空カットインが発動するみたいな、そういった割合が出ております。鹿野屋さん、講談の攻略を見て、あまりのエグさにえさんの編成を見直してます。情報を集めて、エゴまでの編成組んでから出撃再開予定です。なるほど。講談作戦の攻略ですね。私もちょっと見たんですけども、本当に触りしか見てないので、どれくらい戦力が必要なのかなっていうのは、ちょっとまだね、よく分かってないので、どちらにしても、ここで使う戦力はね、第二水雷戦隊も、第8艦隊もそうなんですけど、最終海域にね、もう一回出撃が可能となるというのが第二水雷戦隊ですね。ですから、戦力的にはここに駆逐艦をね、精鋭部隊を投入してもいいのかなっていうくらいしか今、はっきり言えないのかなと。それ以外の戦力に関しては、第5海域の攻略次第でしょうね。そこさえ突破してしまえば、あとは残りの戦力全部突っ込めますので、一応ですね、今私の艦隊で投入した戦力が、一応今回の艦隊第3海域までで全部で57の艦務を投入しています。割合としては駆逐艦がね、やっぱり一番4割以上のね、割合を占めています。必ずしもね、2000級の戦力ではなくて、ほぼ1000級の戦力を投入しておりますのでね。エゴ最終ボスと戦うのがどの艦隊かすら、つかめていませんので。
やっぱり最後のね、戦いがどうなるのかっていうところがね、やっぱり一番の難しいところですよね。今回は、私のこの第3回域、攻略できましたけども、やっぱり最終回帰はね、いつも攻略法っていうのが基本的にはあまり存在しないという感じなんで、できるだけね、前回の失敗を繰り返さないように、今回は持てる戦力をね、十分に発揮できるように、まずカンムスを信じるここですね。その部分を強く持って当たっていきたいと思います。一応、攻略編成の内容については、今ね、だいぶ情報が出てるのであれなんですけども、やっぱり一番大きいのは、旗艦に据えている、この水雷戦隊のね、新しく、今回ね、配られました、熟練見張り員ですね。こちらが非常に強力で、こちらではちょっとお見せできないんですけども、私の長波の運の値が45になってるんですね。それに加えてこの装備を投入して機関に置くとですね、なんとその活動率や 80% を超えているということが判明しまして、いや、すごいカットインがね、ほぼ出ているような状態です。ですので、一応参考になればいいんですけども、こちら。これを貼り付けてと。多聞丸のカンコレさん、URL 省略。こちらの URL で、2021春イベントのね、3-3最終編成というのを、開いてみることができますので、一応参考程度に見ていただければなと思いまして、一応貼ってみました。はい。あとは道中なんですけども、一応空襲はあるんですが、なんとかこのカットインでね、乗り切れそうだったので、基地航空隊は全部陸航部隊にして、ボスに集中と。ただ、道中に対潜水艦戦をしないといけないんですけど、もうね、それ装備積む余裕がないので、道中支援はね、見ての通り、今回はね、航空支援なんですけども、対戦支援という形にしています。これのおかげでだいぶ最初のポイントがね、突破しやすくなるのと、一応水上戦闘が1回あるので、そこもちょっと若干ですけどもね、支援してくれるので、この辺はおすすめかなと思います。それも踏まえた上で、最終戦ですね。ボスの戦いをこれからお見せしていきたいと思います。それではね、準備いたしますので、少々お待ちください。高波がね、ドラム缶って言ってますけど、珍しいんですよね。前段作戦今までずっと連合艦隊で戦ってましたから。
いぶね、エキセントリックな声出してきてますけど、最終段階になるまではね、東京エクスプレスがっていう風にバカにしてたんですけどね、だいぶもう追い詰められてるといった感じですね。まずは基地航空隊ですね。全力投入頼むよ。被害航空隊頑張れ。服を着らせて骨を断つのよ。ネズミ玉はどこかな。ただ集中効果くら鹿野屋さん、A3にフレッシャー投入考えてたんですが、どうも雲行きが怪しくなってきたんで、用水に切り替えました。そうですね。フレッチャーも確かにね、先制対戦ができるのでいいとは思います。あとは、艦隊戦力の内容で、投入するかしないかをね決めていきたいところですね。この場面では正直迷いましたね。このままいった段階でどうなるのかちょっと予想がつかなかったんですけど、とりあえず行ってみました。服を着らせて骨を断つのよ。そう、直撃や。悪いわね、もらったわ。やられた。甘く見てた水雷戦隊。べし。私またこの鉄の海に。あなたはその手は光はいいの？じゃあまた私お願いします。はい、ということでね、お願いしますということで攻略しちゃった場面です。はい。最後のねカットインも、黒潮のカットインで決まったかなと思ったんですけど、やっぱり硬いですね。結局のところもう全部噛み合ったんで勝てたなということなので、これからの方はね、走行破砕やっぱりやっておいた方がいいと思いますこれはたまたまうまくいっただけなんで。それではね、ここで、報酬の方をいただいていきます。勲章2個手に入れます。そして、回収資材もね8ついただけます。そしてね、今回大活躍の水雷戦隊ジュクレ・ミハリーンさんの星8を手に入れますね。これ強そうだな。今から使いたいですね。そしてね、前の海域でももらうことができたこの偵察機マックスですね、いただけて、で先行配布されていたこのちょっと読み方はわからないんですけどね、手に入れて、これで報酬はすべてゲットといったところですね。最後。ナイスミーティングユー。ノーサンプトン級一番艦ノーサンプトン、ここにあなたがあるにはご一緒に参りましょう。ここでノーサンプトンが仲間になってくれます。
これでね、まあ最初の前段作戦は作戦完了と。かのやさん、シーミューらしいです。シーミューですね。そうですか。ありがとうございます。ということでね、まあ、タモン丸のカンコレ、タモン丸です。まあ、いつも見に来ていただいている方はいつもね、見に来ていただいてありがとうございます。そしてね、初めて見に来ていただいている方もいると思うので、よろしくお願いします。少しでもね、動画の方がいいと思いましたら、かのやさん、カモメダカの海鳥だとか。なるほどね。カモメとか緑とか、まあ、やっぱりそういった海に関連した名前で付けられてるんですね。いやー、勉強になりますね。まあ、少しでもね、何かこう、いいなと思っていただければ、まあ、高評価、チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。一応いつもは、攻略動画ということで、戦闘シーンとかね、編成とか、そこら辺を、まあ、重視して構成してるんですけど、今日はちょっと私も予想外の戦果で攻略をしてしまいましたので、本日はこういったハイライトという形でお送りさせていただきました。まあ、ちょっと早いんですけどもね、今日の、番組的にはいつものコーナーをやらせてもらおうかなと思います。今日は何の日コーナーですね。それではご用意しますので、少々お待ちください。はい、それではね、今日の何の日コーナーを始めていきたいと思います。今日は、5月21日ですね。はい、こちら、今日はですね、小学校開校の日、5月21日が記念日となっております。こちらは1869年、明治2年のこの日、京都市の日本最初の近代小学校、上京第27番組小学校と下京第14番組小学校が開校した日になります。上京第27番組小学校は後の留置小学校、下京第14番地小学校は後の修徳小学校になります。当時の京都には上京、上の京と書いてね、上京、そして下の京と書いた下京と読めばいいのかな。それぞれ番組、学区ということで行政区画が置かれていて、番組ごとに小学校が建てられていました。なので、番組小学校と呼ばれていたそうです。
上京第27組7番組小学校の創設者である私財を通して校舎や敷地を寄付した商人熊谷直隆をはじめ、多くの寄付や献金が住民から集められたそうです。そして、地域が一丸となって学校の建設を進めたそうなんですね。なんとね、年間には64もの番組小学校が開校したということで、まあね、すごいもんですね。やっぱり教育というのは重要だとみんな認識してたということなんですね。そして国が学制を定める3年もね、前のことだったんですね。やっぱり京都、すごいですね。ここで、学制といったところをちょっと、簡単に、読んでみます。学制とは、日本最初の近代学校の制度に関する基本法令のことだそうです。1872年、明治5年に公布され、日本における近代学校の成立、発展の基礎となりました。全国に小学校を作り、6歳以上の男女が身分に関係なく通うことを目指したもので、義務教育がこれで始まったんですね。留置小学校は戦後の新学制によって留置中学校となり、統廃合を経て2003年、平成15年に京都の、ちょっとこれ、読めないな。これは未経でいいのかな？京都の未経中学校となったようです。はい、敷地内には日本最初の小学校と記された石碑が立っているそうです。ということでね、今日は5月21日、小学校開校の日ということで紹介させていただきました。ということで今日の、番組の方は一通り完了したといったところなんですけども、皆さんの方では攻略の方どうですか？もう講談作戦に入っているよっていう方もいるとは思うんですけども、どんな感じでしょうか？もし教えていただければ嬉しいな。一応私の方ではまだ講談作戦にはまだ全く手をつけていない状態なので、今日以降ね始めていくわけなんですけども、皆さんはもうカンムス出会えていますか？私もね頑張ってみたんですけど、まだあの子会えてません。潜水カンムスの子ですね。今日もちょっと頑張ってみたんですけども、なかなか出会いませんでしたので、攻略の方をね優先的にいつもやっているのでね、まずはそちらの方に全力を傾けていきたいと思います。空母93、H ゲージ3本目ボギやってます。鹿屋さん、装備報酬派戦闘機のようです。空母93、今 E1 のゲージ3本目の堀ですね。今回のね E1 のところはかなり豪華なようなんで、どしどしやっておいた方がいいと思います。そして、装備報酬は戦闘機。なるほど。フーミー、203ですね。なるほど。装備報酬は戦闘機ですか。ありがとうございます。ここもチェックしていきたいですね。そして、そうなんですよね。フーミー E203 ね、まだちょっと私会えてないので、ここについてはまた頑張ってみたいと思います。はい。ということで、ちょっと今日は
こんな形で配信させていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。多聞丸のカンコレ多聞丸です。今日もね、こうやって皆さん集まってきていただいてありがとうございます。ちょっと今日は攻略の方がもう完了してしまったところもあって、ちょっと早めな感じなんですけども、ここで、今日はお別れしたいと思います。次回は、講談作戦 E4 ラバウル沖、ビスマルク諸島沖、ソロモン諸島沖、ラバウル空襲、遊撃部隊、出撃セリ、鹿野屋さん、エヨンが陸戦カテゴリー冷戦とか。その戦闘機は陸戦のゼロ戦ということですね。イデヤさん、お疲れ様でした。皆さん、今日もね、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。次以降は激戦になるので、皆さんのアドバイスももらいつつ攻略を進めていきたいと思います。お疲れ様でした。空母級さん、皆さん、お疲れ様でした。多聞丸のカンコレさん、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、これで今日は失礼したいと思います。今日もね、皆さん本当にありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。